おじいちゃんのお店を残したいんですよね。おじいちゃんに言われた通りにやるみたいな。54年やってるんで、お店も結構古いっていうか、私も最初来た時50何年やってるんだったらなんかもっとドロドロなのかなって思ってたけど、でも掃除、この壁掃除はおじいちゃんも常にしてるって感じで、血縁ではないですね。血縁ではないんですけど、ここで、継ぐってなってすごい可愛がっていただいて、2人で一緒に出かけたりとか、日帰り旅行みたいなのも行ったりとか、そうなんですよ。毎日2人きりで一緒だったんで、結構仲良くさせていただいて、おじいちゃん突然亡くなっちゃったんですよ。なんで急だったんですけど、そう一人で継ぐってなって、亡くなったのが去年の1月です。一回休業してオープンしたのは去年の5月です。お母さん、お新香を届けてくれました私の母なんですけど、そうなんですよ。こうやってなんか自分でつけてるお新香とかを食べなって持ってきてくれるんですよね。その主人はもっとちっちゃい時から家が近くにあって出前取ったりとかそうしてたって言ってました。大人になってからも一人で食べに来たりとかしてて、それでそのおじいちゃんと話してて、後継ぎがいないんだっていう話から、なんかここの味を残したいって言って、じゃあちょっとうちの奥さんに教えてあげてくれないみたいなそうですね。今そういう話なんだけどやってくれないみたいな感じで、最初はと思ったんですけど、中華料理やったこともなかったので、いや絶対できるよみたいな感じで、結構前向きな感じで、後継ぎ連れてくるって言って誰連れてくるんだろうとは思ってたと思うんですけど、おじいちゃんこの子だよみたいな、後継ぎっていうかその継ぐ子みたいな感じで連れられてきて、女の子って多分思ったと思うんですよ、おじいちゃん的には。手伝いに人がいない時は手伝いに来てくれます。たまに土曜とか日曜日は入ってくれたりとか出前行ったりしてくれます。なんか食品衛生協会みたいな協会、こういう飲食店やってると入ってたりするんですけど、そのおじいちゃんが亡くなる前の日にその新年会がちょうど1月だったんであって、おじいちゃんがみんなに紹介してくれたんですよね。エリカちゃん次うちのお店継ぐからみたいな感じで紹介してくれて、一緒に飲みに行ってて、その次の日仕事来たらもうおじいちゃんだっていう感じだったんで、だから前の日までは2人で一緒に楽しく飲んで、そのみんなにもエリカちゃんが継ぐからって言って紹介してくれてて、その前からもう結構みんなに言ってくれてたけど、そこでそのみんなでの集まりの時にそうやってなんかもうみんなに話してくれてた、ほんと次の日に亡くなっちゃったんですよ、突然。その娘さんは「エリカちゃんお店どうする?」みたいに言われて、私がちょっとお店継ぎたいですって言ったら喜んでくれましたで、ありがとうみたいな感じで言っていただいて、おじいちゃんいつも夜終わってからここでご飯食べたりしてたんですよ。おじいちゃん裏に住んでて、で私とここ仕事終わったらもうおじいちゃんはすぐ「あ、やっとこの時間が来た」みたいな感じで、もうビール、自分のビールを持ってきだして「エリカちゃんいっぱい飲もう」みたいな「もう出前もないし」って言って
毎日飲んでます。一杯飲んで、もうこれが俺の楽しみなんだよっておじいちゃんいつも言ってました。そうなんですよ。そうですね。でそのお昼の時にそのバイトの子とか妹が来てくれて少しお願いしてます。その餃子を作る時のニンニクのすりおろしとかそういうのやってもらったりとか、そういうのをお願いしてます。なんでこのもう一人の人が麺を茹でたりとか、そういう作業、盛り付け作業とかそういうのやってくれます。鍋振りは全部自分です。思ったより重くなかったんですよ。思ったよりもっと重いもんだと思ってて、えりかちゃん重いから大変だよっておじいちゃん言ってました。なんで最初は全然振れないですよ。いや、振り方も分かんなくて何をどうすればいいかみたいな。でもなんかおじいちゃんが力じゃないんだよって言って、力じゃなくて何なんだろうっていつも思ってたんですけど、でもやってみたら確かにこのおじいちゃんの言ってることは分かりました。教え方はおじいちゃんはそんなに怒るとかではないけど、もう昭和の感じで見て覚えろって感じで、これどれぐらい入れるよとかはなくて、もうひたすら見て、あ、おじいちゃんこれぐらい入れてるみたいな、私が見て覚えるっていう感じですね。こう横で、私いつもここにいて麺を茹でたりしてて、おじいちゃんが作ってるのをここから見て、あ、今醤油入れてる、あれみたいなどんぐらい入れてるみたいな感じで覗き込んで、で味見はおじいちゃんがこんな感じっていうのを教えてくれるから、それで味見してそんぐらいな感じなんだって思いながら、りかちゃんこんな感じ、もう全部が決まってなくてこんな感じだよっていう感じだったんで、あ、そんな感じねみたいな例えば大さじ1とかじゃなくて、もうこれぐらいだよって、多分ほんとそれが普通だったじゃないですか、昔は。だからそんな、なんか私ももともと中華じゃないけど料理をやってたので、まあそんな感じっていうのはあったから、そんなになんか大変っていう感じではなかったんですけど、自分のお店だけどおじいちゃんのお店を残したいんですよね。だからそのなんか変えたりとかはそんなしたくなくて、私はこのままが結構好きで、このテーブルとか椅子とかも全部おじいちゃんの使ってるままで、おじいちゃんが作ってるんですよ、このテーブルとかも。この上の板俺が自分でやったんだよって言ってました。そうなんですよ。で多分椅子とかも直しながら使ってて、この椅子とかも今もなんですけど、テープで直しながら、おじいちゃんの時からもそうなんですけど、でこういうのも全部おじいちゃんの手作りで、いろんなものがもうおじいちゃんの手作りなんですよね。あっちのキッチンの方も、これ今新しい木に変えたんですけど、これはおじいちゃんのまま使ってます。こういうのも全部おじいちゃんのまま、こういうなんていうんですかね、このサイズに合わせてこうやって木が作られてて、おじいちゃんがこうしてたから、じゃあ私もそのままおじいちゃんと同じで。伝票とかもなくて、全部おじいちゃん頭の中でどこのお客さんが何食べたっていうのが入ってて、もうそれで計算してました、いつも。でも最初それについていくの大変です。でもおじいちゃんはもうスッて出てきて、もうすぐ「りかちゃんあれはいくらだよ」もうそれで
ずっとやってて、もうすぐ慣れたんですけど、もうそれで覚えなきゃと思ったから必死でしたね。それプラスそのおじいちゃんが横作ってるのを見て覚えるがもう必死でした。やってる料理覚えながらみたいな。でもなんかそういうもんだって思ってたんで、そんなになんかそれが大変とかはなかったです。職人さんそういうもんだって思ってました。でもやってよかったです。なかなかできない経験じゃないですか、こういうのって。引き継いでくれてよかったって喜んでくれる人も結構います。全部おじいちゃんの味になってるかは分かんない、いないから。1年ぶりに来たっていうお客さんとかがもう昔の味とおじいちゃんの味と変わらないねって言ってくれたりするとすごい嬉しいです。この味で育ったんだよとかいう人がおじいちゃんと同じ味だとかって言ってくれると嬉しいです。リカちゃんの味でいいんだよって言ってくれるんですけど、私はそのおじいちゃんの味を残しつつさらに美味しくなったらいいなみたいな。そうなんですよ。春巻きの皮とかも俺昔お店で作ってたんだよとか言って、だから春巻きの皮も何でも作れるよみたいな、教えてあげるよって言ってでもその教えてくれるよが分量が決まってないからこんな感じこんな感じで覚えるのはすごい大変だったんですけど、こんぐらいとか言ってやって、あ、そんぐらいねみたいな。この裏とかにもついてるじゃないですか。こうやって取るとこの裏にもついててここにも乗ってて、それはどれくらいなんでしょうみたいな、こっちからしたら分かんないから難しいですよ。私は今でもだからこの塩加減がチャーハンとかできなくて手で入れちゃいます。これだとあれみたいになっちゃってこっちが醤油だれなんですけど、最後向こうに入れてちょっと煮るんです。もっと安く出したかったんですけど、さすがになんかいろんなもの上がっていくじゃないですか。さすがにラーメンも少し前に上げたんですけど、もともとは550円でラーメンとかもやってて。私はもうおじいちゃんに教わった通りのことしかできないので
はその知り合いの仲介さんに聞いたり、あと YouTube 見たりします透明な感じで。私はわからないんですけど、スープは時間をかけてゆっくりこのうまみを出すから、こう煮立たせグツグツもしちゃいけないし、濁らせないように早い段階からもうスープに入れてっていう感じで言われてて、今こんぐらいですけど、だんだんもっと黄色くなってくるのが営業時間が始まるぐらいになってきてっていう感じです。グツ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 たまにほっとくとなっちゃう時があって、焦っちゃいます。それはそれで。私その中華屋さんおじいちゃんしかわからないから、もうおじいちゃんに言われた通りにやるみたいな、もうそんな感じです。あとね、そんでお客さんがいる時にもう片付け出すんで、お客さん9時過ぎ、一番遅くても9時半には終わってたりしますね。片付けも。でその後に私仕込みしたりとかするから、その後仕込みしたりとかします。餃子を毎週作るんですけど、餃子の週はお店が忙しくて餃子がその週包めないと夜包むんで、11時とかに家に戻る感じです。お店いっぱい入っちゃって買い出しがまた行かなきゃいけないとかなると、朝も昼も食べれない時は全然あります。基本的に夜は食べないから、朝か昼に絶対1回は食べときたいなんですけど、それができないともう甘いジュースを飲むとか、もう糖分を何か取ってちょっとチョコレートを食べるとか、そういうことしてしのぐみたいな感じです。妹に「それダメ!」って怒られるんですけどこの甘いジュースを飲んでもう空腹を満たすじゃないですけど、そのストローで飲んだやつそのまましちゃダメみたいな感じですごい怒られるんですけど、もうこれを入れといて、休憩中とかもう飲んだりとか、朝飲んでまたしまっといてみたいな、もうキャラメルジュースみたいな、もう甘いだけのジュースみたいなのとかを飲んで、そうです。時間があれば朝もう急いで納豆ご飯食べようみたいな納豆ご飯食べたりとかするんですけど、もう時間がなかったりすると、そうです、もう今日とか娘のお弁当作んなかったから時間結構あったんですけど、あとはこの仕込みしながら娘のお弁当、学校行くお弁当を作ったりとか、そういうのもあるんで、なんか気づいたらあれもうこんな時間になってるみたいな。だから長いとなんか14時間とか普通にずっと働いてます一日買い出しで足りないもの買いに行ったりして、また作ってとかしてると、もうあっという間に5時になっちゃったりするんですよ。営業中もこんな感じです。ずっとグツ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 こんな感じで。カラー違うんですか。
これがいいんだよみたいな、グツグツさせて味出すんだよっていうところもあれば、グツグツさせたら絶対ダメだよって言ってる人もいるから、何が正解か私も分かってないんです。おじいちゃんのこだわりを一応ついで。木曜日はそうだね、決まってるよね。木曜日は結構木曜日担当の人がいるんですが納豆もこられちゃう。でもね、ご飯食べれるだけ今日いいよね。いつも食べれない。だから常にいます。中華やるって聞いた時、でもやるんだったらちょうど私が仕事探すところだったんですよ。子供たちを保育園に入れる時で、だから手伝うよみたいな感じですよね。人がもしいなかったらみたいな。ただ女の人で町中華ってなかなか見ないので珍しいなと思いました。おじさんが出てくるかと思いますよね。しかもこんなレトロなね。サンマーメンは人気だね。サンマーメンはすごく人気です。今夜遅くにかけて降り方がピークとなりそうです。低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、土砂災や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。一方、関東を中心に季節外れの大雪に熊谷、秩父で36度などと予想されていて、東京都心でにも警戒が必要です。中国でアスパラスのサイズは3発の次で被害を表した詳細を明らかにしません。チャーハンと餃子。チャーハンと餃子、かしこまりました。今日青これ？ちょっと引き出しにチョコレート入れちゃうね。はい。チャーハン入
入ります。嘘、やばいじゃん。餃子お待たせしました。ね、冬はさ、ネギのね、ストックをしてる。はい。
ありがとうございます。ちょうどですね。ありがとうございます。パッケージ全部終わったよ。はい。手前もできるよ。お願いします。ごめんなさい。こんにちは。取り出るよ。6番でね、向こうがチーンってなった。お待たせいたしました。中華丼で。前の日から分かるがすごいはっきりしてたから。夜寝る前に。
右でスイッチでやってた方がえ体のバランスみこたいっちでこうできないそうだよね、まあこっちが難しいですよご飯粒どっか飛んでっちゃうのお待たせしましたはーいごちそうさまでした。毎回します。私は毎回します。作るたんびに不安で。おじいちゃんは麺類じゃないチャーハンの味見はしたことないって言ってました。俺一回もしたことないなーって。いや大丈夫じゃないかな。こんにちは。何名様ですか。3名様。あ、4名様。大丈夫ですか。はい、どうぞ。見られば。ニラレバ。この後餃子。あ、こっちメンバー4番。はい、どうぞ。ビールとおつまみに。ビールまだ出して。ラーメン好きですか。
けど仙台の時も2、3回来たんで、盛りましょうか。ママさんじゃないか。仙台。さっきのですか？さっきの大盛りです。あれでも普通盛りです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここに出したやつ。チャーハン、さっき言ったやつが大盛りか。ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯少なめでって言う人が多いね。ね。片焼きも多いね。これテレビじゃなくて、撮ってもらうの。いいね。次乾麺。普通の乾麺。普通の。普通麺。そうごめんなさい。ちょっと待って。チャーシュー丼です。チャーシュー丼お待たせしました。ラーメンお待たせしました。お待たせしました。ラーメンフル。じゃあその前に帰んないと。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございました。おばあちゃんが次はレバニラ食べる。おばあちゃん。元気なんですよね。80何歳だろう。80何歳。ラーメン、チャーハン、餃子。ラーメン、チャーハン、餃子。卵と、卵と。ラーメンはが引きつってるからいいね。顔が引きつっちゃってるから。
けてました。